はい、全世界のパーサーフリークスの皆さんごきげんよう、デイ2ですね。皆さん昨日はついまで飲みましたか？まだ飲まれてない方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひですね、まだまだ Ruby 会議始まったばっかりですので、最後までついまで飲んで Ruby ファミリーになって帰りましょう。では本日は Ruby のグラマーとシンタクスストラクチャーズの話をしたいと思います。対戦よろしくお願いします。まず自己紹介をさせてください。高田雄大と申します。各社アカウントはこの YDAH という ID でやってて YDA と読みます。普段はですね、株式会社&PADという会社でバックエンドエンジニアをしています。で、弊社は今年はドリンクススポンサーとしてドリンクアップ並びに会場内でコーヒーと蛇口をデプロイしています。なので、ぜひですね、休憩の際にですね、ご利用いただければと思います。で、弊社の社員もたくさん参加しておりますので、もしビジネスのこととかプロダクトのことについて話を聞いてみたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひお声掛けください。で、今年はですね、なんと4人のスピーカーがいます。で、アスクザスピーカーをやります。今日のランチタイムはようちゃんさんで、明日のランチタイムははすみさん。明日の、アフタヌーンブレイクにマキさんと私がブースにいますので、トークのこととかあれこれをですね、ぜひですね、飲み物を片手にお話をしましょう。で、Day1 の今泉さんのお話を聞いたと思うんですけれども、ぜひお声掛けしていただけるだけで本当に嬉しいので、ぜひ感想だけでも言いに来ていただけると非常に嬉しいです。はい。で、あとは、OSS プログラミング私は趣味でやっていまして、去年の12月にですね、Ruby コミッターになりました、新米 Ruby コミッターです。よろしくお願いします。はい。で、主に今、開発しているのはパーサージェネレーターとパーサーで、最近はパース Y でいろんなノードにですね、ロケーション情報を足していたりとか、あとはパース Y のリファクタリングをしています。また、Ruby のパーサージェネレーターで山のコミッターもしてまして、パラメータライジングルールとかインラインといった機能のサポートとか、あとはシンタックスダイアグラムっていう機能のサポートを追加しています。で、私は実は最近ですね、パース Y5 社生、5本指、いろいろ言い方はあるんですけども、に入りました。で、四天王がかなり強靭なんですけれども、パッチを送り始めたのがここ1年ぐらいなので、頑張ってる方ではないかなと思います。で、とはいえですね、Ruby の創造主がいたり、2人のモンスターがいたり、トリックの主催者がいたりとですね、なかなか強力なところで、最近悪魔城に、入居しましたというところですね。はい。で、私はですね、LR パーサーギャングスというですね、非常にですね、名前だけ聞くと治安の悪そうな団体の一員になっていまして、今日もですね、この後ギャングスの T シャツ、制服着る予定なので、ちなみになんですけど、この服を着ている人はパーサーの音が無限に出る楽器だと思ってください。近くにいると、なんか心地いいと思います。はい。あと Ruby コミュニティの活動としては、京橋はとこだせ、京橋 Ruby がおまっせということでですね、大阪は京橋の Ruby コミュニティの主催をしています。大阪に来られた際にはぜひいらしてください。すいません、無償だ広告が続きます。皆さん、Ruby 会議楽しんでますよね。気持ち高まってますよね。ということで、今年もですね、関西で地域 Ruby 会議を開催します。今年は関西 Ruby 会議を復活させます。6月28日、今年は京都の株連城というめちゃくちゃかっこいい会場であるので、ぜひ遊びに来てください。はい。で、CFP もまだ開いてます。しかもこれ見てください。5月7日まで開いてます。なので、つまりゴールデンウィーク丸々使えるので、まだまだ間に合いますので、皆様からのプロポーザルをお待ちしています。はい。では、お待たせしました。ここからではグラマーの話をしていきたいと思います。Ruby のグラマーの話に入る前に、まずそもそも文法とか文法の構造っていうのは何なのかっていうところからまずちょっと話をしていきたいなと思います。まず、グラマーっていうものは何なのかというと、私たちが日常的に使う言葉、言語において単語を組み合わせて意味の通る文を作るための規則とか体系のことを指します。それは言語を話したり書いたりする際の設計図とか交通ルールのようなものであり、円滑なコミュニケーションの基盤となります。文法があるからこそ私たちは互いの意図を正確に伝えて理解し合うことができます。で、我々が使っているプログラミング言語っていうのは、計算機に実行される命令を記述するための形式言語と定義できます。そして、言語の異なる側面を示す2つの要素があって、それがシンタックスとセマンティクスです。で、シンタックスっていうのは何なのかというと、シンタックスはプログラミング言語において、プログラムを構成する文字、記号、単語、キーワードの組み合わせ方や記述形式に関する文法規則のことです。で、構文規則に従ってないコードはコンピューター理解できないのでシンタックスエラーになっちゃいますし、これはプログラムとして実行される前の段階でチェックされるものです。で、一方でセマンティクスというのは何かというと、構文的に正しいプログラム、コードがどのような意味を持つのか、また実行されると何が起こるのかっていうのを定義するルールのことです。プログラムの実際の動作や振る舞いを決定するので、構文的に正しくても理論的に意図しない、セマンティクス的に意図しない動作をする場合、それがバグ、いわゆるそのロジカルエラーとなるわけです。
で、例えば構文的には正しくても、なんかセマンティクス的に意味をなさないものの、めちゃくちゃ有名な文章として、カラーレスグリーン、ideas sleep furiously っていう言葉があるんですけれども、これはチョムスキーが出しためちゃくちゃ有名な例文なんですけれども、これはですね、これは一見英語としては正しい文法なんですけれども、ただ意味を見てみると無色の緑のアイデアは激しく眠るっていう全く意味をなさない言葉なんですね。つまり、言語というものはこの、シンタックスとセマンティクスが、両方あるんですけれども、その中でも今日はシンタックスストラクチャーズの話なのでシンタックスの話をします。で、シンタックスストラクチャーズというのは何なのかというと、その言語でプログラムを構成する要素、要は軸とかトークンとかっていうものをどのように組み合わせれば意味のある有効なプログラム、要は文とか式とか宣言になるかっていうのを規定する一連の規則体系になっています。で、自然言語における文法が単語を組み合わせて文を作るルールを定めるのと同様に、プログラミング言語の文法はキーワードとか識別詞、演算子、リテラルといったトークンを特定の順序や構造で配置するためのルールを定義するものです。で、その文法構造を表現する記法っていうものがあって、それがいわゆるバックスナーフォームって言われる BNF と言われるものですね。それが、形式言語、特にプログラミング言語の構文を記述するために用いられるメタ構文記法になっています。で、BNF は言語の構文規則を明確に曖昧さなく定義する手段を提供していて、プログラミング言語理論における、例えば講師の司法書とかマニュアルとか教科書などにも広く使用されています。で、ここまでで基本的な語の定義だったりとか、そもそもグラマーって何なんだっけっていうところをご説明しました。では、ここから Ruby のグラマーにまつわるものを順に見ていきましょう。で、人々はですね、パーサーの話をするときにですね、パース Y という言葉を発します。では、このパース Y っていうのは何かっていうと、パース Y は Ruby のプログラマーが構文解析して、抽象構文義を生成するために必要な文法のルールとトークンを定義したファイルです。で、Ruby3.2 以前は、グニバイソンというパーサージェネレーターにこのパース Y を食わせてあげて、Ruby の構文解析器を作成していました。で、Ruby3.3 以降は Llama というパーサージェネレーターが使われるようになって、Llama にこのパース Y というファイルを食わせてあげることで Ruby の構文解析器を作ることができるようになっています。なので、要はこういうことで、パース Y はパースワー作るための設計図で、これをLlama、つまりパーサージェネレーターが変換してパーサーを作成します。で、大まかなパース Y の構造は次のようになっていて、C 言語が書かれているところとか、生成規則が定義されているところ、あとトークンが定義されているところっていうのが大まかにブロックごとに分かれています。で、今日話をするところはこの生成規則が書かれているところが対象です。まさにここが Ruby の文法の構造が定義されているところなわけですね。で、生成規則は先ほど説明した BNF で書かれています。で、BNF は様々な記法があるんですけれども、パース Y は Bison 訳形式の、記法で、定義されていて、それぞれ簡単に説明しておさらいとして説明しておくと、LHS、要はレフトハンドサイド、左辺は生成規則の名前を示しています。要はこの場合は、XPR っていうのがこの生成規則の名前というわけですね。で、次、RHS ライトハンドサイドは、右辺、つまりこの生成規則が持つルールと、そのルール通りの語順でトークンが並んでいることを定義しています。この例だと、この、エクスプレッション、つまり式はナンバーか式プラス式のどちらかであるというふうに定義されています。で、こうしてみるとですね、意外とですね、そんなに、ここを見るとそんなに難しくはないんですよね。で、あと、読み解くのに大事な要素としては、2つのトークンの種類があって、1つが集単記号と言われるもので、これは文字列とか数値とかプラスとかマイナスとか、それ以上の要素の組み合わせで置き換えることができないものを指します。あと、肯定層に書き込んで表現したりもしますね。で、あとは、もう一つが非集単記号で、非集単記号または、こっちは集単されてない、つまり非集単記号または集単記号からなる列に、展開されるトークンのことを指します。で、パース Y の話で言うと、他にもなんかこう割とこのあたりですね、ここ数年でこう多くの発表で言われているようになってきてですね、若干こうクリシェになりつつある言葉ではあるんですけれども、パース Y はその複雑さから悪魔城とか魔境とか地獄とかって言われることが多いんですけれども、よくこうパース Y は複雑だって言われるんですけれども、なぜそうなのかっていうことをちょっと考えてみると、これはですね、Ruby ランゴオルグに書いてあるんですね。Ruby は見た目はシンプルなんですけれども、中身はとても複雑です。人間の体と同じですと。で、このように、Ruby の持っている柔軟な文法って、外側に表出している Ruby の、柔軟だし自然だと言われている文法の、なぜそれが、できているのかっていうと、そのパース Y にその複雑さを押し込められているからだと思っていて、それがなんかそのパース Y が複雑だと言われるゆえんなのかなと思っています。で、実際にその複雑さを
の源泉を探るために今の現状としてのパース Y を見てみると、パース Y 大体16,000行のファイルになってるんですね。これが大きいと思うかどうかは人によるかもしれないですが、それなりに大きいファイルではあります。とはいえ、読めなくはない大きさだと思っていて、実際に、生成規則のパーストに限ると、行数もっと少なくなります。で、集単記号、つまりトークンの種類っていうのが、162種類。非集単記号、つまり LHS となる生成規則のルールの数は303種類あります。で、他のですね、同様にパーサージェネレーター使って、パーサーを生成している言語と比べてみるとですね、これは PHP と Perl があるんですけれども、PHP は、これらと比較するとですね、非集単記号が割と多い傾向にあることが、ここから見えると思います。で、これ本当にって思うじゃないですか。見たいじゃないですか。今のRuby の、はい。で、こういうパッチがあって、これで皆さんの、マスターブランチの山で今すぐ、見ることができます。で、これで今マージしたので、皆さんが本当、これがワイダーお前が言ってるのは本当なのかっていうのが証明できると思うので、ぜひこの後試してみてください。なんでマージされないんだろう。残念。まあちょっと時間がないのでちょっと待って。はい。で、戻ってきた方が、はい。はい。で、戻ってきました。はい。多分マージされていると思います。はい。では、ここからは Ruby の文法構造を解剖してみましょう。で、どのような法則を有しているのか、Ruby の自然な文法とこの複雑なパース Y のなぜそうなっているのかっていうところの源泉について考察していきたいと思います。まずは基本的な文法の構造について見ていきます。これは Ruby に限らず、プログラミング言語一般的な、構造です。で、主に挙げられるのがこのエクスプレッションというのとステートメントのこの2つが、品質なので覚えておいてください。テストに出ます。で、エクスプレッションは評価されて値を、生成する構成要素で、主に、オペレーション、つまり指則演算とかコマンドコール、つまりメソッド呼び出しがここに含まれます。で、一方でステートメントっていうのは値を返さない可能性のある実行単位です。例えばメソッド定義とかアサインメントとか、コンディショナルフローっていうのがこれに当たります。で、このステートメントとエクスプレッションって全く別のものを指しているんじゃなくて、エクスプレッションはステートメントの一部です。つまり内包されています。この例で見てみると、アサインメントの例で見てみると、この x イコール y プラス5の中の y プラス5っていうのは、エクスプレッションで、if 文の中、if も、このスコアのこの比較しているところは、エクスプレッションなわけですね。なので、これは、ステートメントの中にはエクスプレッションが内包されています。で、また、ステートメントが、式それ自体がステートメントとして扱われるケースもあって、例えば、プラスプラス演算子のような、これは、カウンターの値を変更する副作用で値を評価するので、式それ自体でステートメントとして扱われますし、例えば関数呼び出しも、これは、プロセスデータっていうのを、呼び出す式ではあるんですけれども、ただ戻り値のない処理を実行することだけを目的としている場合は、それ自体がステートメントとして機能します。で、ここから、何がわかるかというと、文法っていうのは、要は、全く別の、ルールがこうボンボンとあるわけではなくて、結構この階層的な構造を持つことがここから、見えてくるかなと思います。で、この階層構造っていうのがパーサーが、曖昧さを解決するために存在していると考えていて、で、この階層構造のレイヤーの深さが柔軟さを持たせる一方で、文法の構造に複雑さをもたらしているのではないかと、考えました。で、実際に BNF 比較してみましょう。で、見てみるとこれ、左が、ステートメントで右がエクスプレッションなんですけど、PHP こう見ると結構エクスプレッション大きいんですよね。で、パウル見てみると、パウルめちゃくちゃステートメントが大きくて、これ300行ぐらいあって、コメントとかアクションが分厚いっていうのもあるんですけど、それにしても大きいんですよ。で、Ruby は見てみると、結構その、ステートメントもエクスプレッションもそれなりに大きく見えるんですけど、これ、アクションが入っているので、アクションちょっと省いた状態で、取り除いた図で書いてみるとこんな感じで、PHP はかなりやっぱりエクスプレッションが大きい。で、Perl は一方でステートメントがやっぱり大きい。で、エクスプレッションめちゃくちゃちっちゃいんですね。で、最後に Ruby なんですけど、Ruby こう見てみると、思ったよりも小さいんで、これ簡単じゃんとか思うんですよ。思うんですけど、でも、エクスプレッションの右辺にはですね、ARG っていう生成規則がいるんですね。で、こいつは、ARG のシンタックス、
右辺なんですけど、こいつもですね、なかなかたくさんの成績規則を含んでるんですね。じゃあこれで終わりかと思って、また見るとですね、アーグの中を見てみるとですね、このプライマリーっていう成績規則がいるんですよ。で、こいつもですね、なんかすごいいっぱいあるみたいな感じになって、辛いみたいな感じになるんですけども、ここから何がわかるかっていうと、多くのプログラミング言語は、通常ステートメントとエクスプレッションを区別するだけで、成り立つんですけど、Ruby の文法っていうのは実は詳細な分割を行っていて、ステートメント、エクスプレッション、アーグ、プライマリーのこれらの層があることによってこの柔軟性があるのではないかと。で、これらの段階的な生成規則っていうのはあるのは分かったんですけれども、じゃあ本当にこのアーグとプライマリーっているのっていう話をちょっと掘り下げていきたいと思います。で、メソッドの引数の表現、これアーグの役割なんですけれども、これはメソッドの引数の表現の役割を持っています。主にメソッド呼び出しに渡される引数を表現するために特化した生成規則で、例えばですね、その、文脈特有の構文とか解釈ルールを扱うんですけども、例えばキーワード引数とか、展開とか、括弧が省略された場合の引数みたいなところは全部ここが、になっています。で、エクスプレッションのサブセットになってて、アーグとして渡されるものの多くは、やっぱりエクスプレッションとしても解釈可能なんですけれども、アーグは引数という役割に特化しています。で、アーグがなくなると何が困るのかっていうと、こういうケースがあって、これがですね、エクスプレッションだけで、今のエクスプレッションだけでに統合してしまうと、何が困るかっていうと、パーサーはこの、F 括弧 X 国家プラス Y、つまり F メソッド Y 引数で呼び出してその結果に Y を足すなのか、F 括弧 X プラス Y 国家、つまり、X プラス Y の結果をメソッドに足すなのかが判断できなくて、これはアーグを導入することによって、括弧なしメソッドの呼び出しにある後に続くのはアーグであるっていう規則を持たせて、演算子と、の優先順位と組み合わせることで、パーサーが文脈に応じて正しく解釈できるようになっています。で、またもう一つ、括弧省略のケースで言うと、puts hello、カンマ1みたいなコマンド形式の呼び出しを正しく解析するためには、コマンドの後に、カンマ区切りで続くのはアーグのリストであるっていう規則が必要で、これがアーグがエクスプレッションよりも限定的なあるいは引数として妥当な式の範囲を示すことで、パーサーはどこまでが引数かを効率的に判断することができます。で、続いてプライマリーの役割ですね。プライマリーは式の最も基本的な構成要素、つまりリテラルとか変数参照とか括弧で囲まれた式とか一部のキーワードによる法文などを表します。で、メソッド呼び出しのレシーバー、つまり、例えばオブジェドットメソッドみたいなことを書いた時のオブジェは通常プライマリーである必要があります。で、これによってより複雑な式を、構築するための基礎となっていて、例えばこれ、アーグとプライマリーが、一つになっちゃうと何が困るかっていうと、今のルールで言うと、ここのクラスの継承の時に、この記号は果たしてクラスの継承なのか、比較演算子なのかっていうのが分かんなくなっちゃうんですよ。つまり、今プライマリーとして見ているところをアーグに変えちゃうとこうなっちゃうんですよ。で、あともう一つケースがあるのは、レスキューの中の前で、これもですね、これは、foo の後、foo、つまりユーザーバリアブルの後に前が続く場合に、それがレスキューの中の、前なのか、if とかの条件式なのかっていうのが、わかんなくて、なので、ここもあって、その arg とプライマリーっていうのは、他にもいろいろあるんですけれども、まあ、こういった問題があって、今、こう、分割されているっていうところが、一つ一つ見ていくだけでわかります。で、まあ、このように、Ruby の文法っていうのは結構こうレイヤーがこうあってその中にいろんな様々なそのレイヤーごとに様々な構造を持っている。なので、それをどうリコンストラクションするかっていう話をここからしていきたいと思います。で、皆さんですね、実際、普段ですね、こう何かを整理するときにどういう手法を取るのかっていうのを考えてほしいんですけど、例えば皆さん普段コードを書いてるときになんかその冗長なコード出てきたときにどうするかって言ったら、やっぱりこうメソッドに切り出しますよね。抽象化しますよね。で、まあ、BNF も同じで、これ同じような、これも本当にある構造なんですけど、ステートメントと、コマンドアサインと arg の中に同じLHS イコールまあその右辺っていうルールが存在しているんですね。で、これって同じ構造なんですよ。で、これを実はリャマでは構造化することができるんですよ。こいつを抽象化することができるんですよ、リャマなら。で、その機能が去年私がRuby 会議で話したパラメータライジングルールっていう機能で、こいつが本当にですね
パラメータを渡すことによって、より抽象化して、文法を表現することができる。で、イメージしやすい話をすると、例えば Java とか C# のジェネリクスとか C++ のテンプレートにのようなイメージを持ってもらうといいかなと思います。で、シンタックスなんですけど、要は、こんな感じでプレフィックスとして%ルールっていうのを書いて、後ろにルール名を書いて、パラメータで、これを、パラメータを、それぞれ使ってる側から渡してあげると、そこに、パラメータとして渡ってきたものが展開されて、こんな感じで、呼んで、渡したパラメータが展開されるような仕組みになっています。で、要はこの左と右が、厳密に言えばちょっと違うんですけれども、こんな感じで左のものが右に、展開されるようなイメージを持っていただけるといいかなと思います。LHS は同じで、この構造を切り出して、要はここの構造を切り出したわけなので、ここの構造を切り出して、最後渡したいパラメータは、そこに展開される。で、これがあると何がいいのかというと、コードの重複を減らすことができるし、左右利用性を高めることができるし、保守性の向上、読みやすさの向上もあるんですけれども、これ実際にですね、適用してみたんですよ。で、これコマンドアサインなんですけれども、これいくつかのパターンに、整理することができるんですよ。で、一つがアサインメント。で、一つがオペレーターアサインメント。で、一つがエンドレスメソッドディフィニッション。この3つに、実はこの構造というのは、まとめることができて、さらにこの構造というのはいろんなところに使われているんですね。なので、つまりそれを構造化すると、この左が右になるんですよ。これすごくないですか？このシンプル具合。すごいなと思って。で、この構造が本当にいっぱいいくつか存在していて、この右になるんですよ。これは本当に、いや、すごいんですよ。で、実際に面白いケースがあって、これトップレベルの定数にオペレーショナルアサインメントしようとすると、あるケースだとシンタックスエラーになる、例が、最近バグ図に上がったんですけど、これ、あれなんですよ。まさにこの、コマンドアサインのところなんですけれども、これ、実はすごいこれで整理してたので、明らかにこのアーグのところだけ、特別な、君もオペレーショナルアサインじゃないのみたいなルールが生えてるんですよね。でも、コマンドアサインには生えてないんですよ。なので、つまりこれ、整理することによって、なんですかね、まさにここだけ、オペレーショナルアサインっぽい何かがいるんですけど、片方には生えてないみたいなのがあって、で、これ実際修正方法も、こっち、左側のアーグの消して、抽象化された、さっきのこの、OP アサインっていう、パラメータライジングルールに追加するだけで、これで、いろんなところで同じような構造として持ってるものが、一つ、まさにここに追加するだけでもうこれで漏れることがなくなったんですよ。つまり、今までは、すいません。つまり今までは、まさにこのベタ書きされているがゆえに気づけなかったところが気づけるようになったのが、これの、すごく、作ってよかった点だなと思っていて、これは今回、見ていて、すごく、整理したことによって、こういう、同じ構造を持っているが、実は少し違うみたいなのを見やすく、分かりやすくなったなっていうのが今回の気づきです。で、はい。で、そうですね。ここがまさに、そうで、すいません。で、最後結論なんですけれども、Ruby っていうのは、その構文の柔軟性ゆえに、複数の、なんですかね、ルールのレイヤーを必要としていて、こ
これが従来の BNF の機構ではこの複雑さを表現するのに結構限界があって、これが、まさにベタ書きでプリミティブな文法だけで書かれているので、かなりそこに限界がかなり、限界があって、それがさらに複雑さを増している原因の一つになっていたと考えます。でこれでヤマの新しい技法はこの構造の抽象化を可能にして、これによって Ruby の柔軟な構文を維持しつつ保守性を向上させることができるようになったなと思っていて、去年の私はですね、このパーサージェネレーター開発者としての帽子をかぶって発表してたんですけど、今年はですね、パーサー開発者としての去年なんか自分が作った新しい機能を使うっていう話をできてすごい良かったなと思います。でなんか Ruby なんか次までに何をしたいかなと思っていろいろこうちょっと考えてみると、実際使ってみて思うのは、やっぱりその去年作った機能でもまだちょっと使いづらいなって思うところがすごくあって、それが例えばスタンダードライブラリとかインラインのところでかなり使いにくいところがあったので、そこはちょっとこれから修正より改善していきたいなと思うのと、それが改善されることによってかなりさらにより高度な抽象化ができるのではないかなっていうのは今考えているところです。あとはユニバーサルパーサーに向けてやっぱりそのプリズムのインターフェースにとの互換性をちゃんと保っていきたいので、今まさにそのノードロケーションを足しているのもこの活動の一環なので、これはちゃんとしていきたいなと思っています。はい。では最後に謝辞なんですけれども、LR パーサーギャングスの皆さん、ドラゴンブックスクラブの皆さん、いつもありがとうございます。で金子さんはですね、本当に今回はなんかものすごいこうたくさんの時間を喋らせていただいて、なんかすごいこの発表もなんか最初はすごくこう輪郭がぼやけてるような状態だったんですが、その話の中でなんかすごくこのトークで話したいのは何だったのかっていうことをすごくこう掴むのにこうたくさんの時間を割いていただいて本当にありがとうございました。で、ここにですね、家庭さんが出てくるのはちょっと意外かもしれないんですけれども、実は家庭さんはですね、ユーロコで一緒に同じ去年のユーロコで一緒に登壇行ったんですけれども、そこでですね、なんかリャマンはパーサージェネレーターとして Ruby だけじゃなくて他の言語のパーサーとしても使ってもらえるようになると Ruby に限定されたプリズムとはまた違った進化を遂げるんじゃないかっていうなんか話をしていただいて、確かになんかその観点で考えていなかったなっていうところで、特に今回のこの後の今日の LT でも話す内容もなんかまさにそのまさにそのいわゆるそのRuby じゃないところで使われるためになんかすごいこう面白い機能の話をしようと思ってるので、ぜひそこその LT もお話を聞いていただければと思います。そしてですね、本当に私の妻の舞と私のこのヒロにはですね、非常に私がこの Ruby への開発もそうなんですけれども、こういう登壇でプレゼンテーションを作る時もですね、本当にたくさんのサポートとたくさんの理解をしていただいて、本当に妻のサポートがなければ何もできなかったなと思いますし、かつあと子からしてもですね、ずっと父親はパソコンに向かって何かをしてるわけですよ。でまあでもなんか彼らがなんかそこで思うのは、その彼が例えば大きくなった時にまだこの素晴らしい文法を持つ Ruby というものが使われている状態であることを保つために実は父ちゃん頑張ってたんだよっていうのを言いたいなと思って、なんか最近はちょっとそれをモチベーションに頑張っています。で本当にですね、この今回なんかいろいろと考えていく中で、やっぱりこの Ruby のその文法っていうのは本当になんか柔軟だとか自然だとか言われるんですけども、それは本当になんかその Ruby がこれからも守るべきものだと思っているので、なんかそこに対してなんかこれからも私はなんかRuby のコミッターとしてもリャマのコミッターとしてもなんかそこをちゃんとこう守り続けていけるように何か私の微力な力ではあるんですけれども、そこをこれからもちゃんとなんかこの素晴らしい文法を守っていきたいなというのが今回の発表の中で最後に思ったことでした。はい。で最後に皆さんにはやっていただくことがあるんですけれども、今すぐこのQR コードを読み込んでいただいて、こんなに素晴らしいリャマというプロダクトがあるので、今すぐですねこの QR コードを読んでスターを押していただいて今日の発表を終わりたいと思います。ではありがとうございました。